こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回、冒険の時間で踏破が必要なバイオームが全て揃いました。全企画達成までもう一踏ん張りです。心地よい緊張感があり、心なしか手の力が抜けそうです。それ、心地よいどころか緊張しすぎじゃないの。さてバイオーム表ですが、前回2つ更新し、最終的に突然変異4種類が未発見というところまで行き着きました。コンプは無理でしたね。まだ見ぬバイオームは放置でいいの？コンプの欲が出てきた感は否めないですが、まあそういうことはこの企画をきちんと完遂させてから考えます。地図の方は最終的に計43枚の広さになりました。どうでもいいけど目覚め立ちすぎです。端っこに何かこぼしちゃった感じよね。さてでは、今回は遠征に行ってきます。さて10分ほどで地図の北東の砂浜までやってまいりました。ラバは当面ここで待機です。今回は、冒険の時間で踏破が必要なバイオームの中で、この地図内になかったバイオームの場所や、突然変異のないルートを、他の地図に遠征して確認してきます。それが終われば作戦は最終段階、バージョン 1.7 の不具合をすり抜け冒険の時間実績を解除する手はずです。さて、こちらの表は改めて作成した36種類のバイオームです。私が覚えやすいように整理しました。今回の遠征で場所を確認する必要があるのは、屋根状の森、砂漠丘陵、サバンナ2つ、ジャングル3つ、メガタイガ2つ、キノコ2つとなります。地図上で確認できるのはこんな感じです。ほぼメサの地図から4枚東まで探せば大体見つかりそうです。ちなみに一番下の行の地図は全部今手持ちで持っていますが、一段上の地図は一部リスポーン拠点に保管してあるので、下の5、6枚の地図だけで網羅できれば助かります。さて、荷物の整理は終わりかけ、金の人参を量産しているところです。ここからは冒険の時間実績解除まで単独行動ですので余計目に作っています。あら、ラバは最後までここで待っててもらうの？冒険の時間の不具合に、確かラバ騎乗中の不具合もあったはずなんです。確かどこかのバージョンで治ったと思うのですがそのあたりが色々うろ覚えで調べ直す記憶がないので、もう単独行動することにしました。さて、遠征準備が整ってしまいました。突然変異を見落としてしまうと大変なことになるので緊張気味です。うわ行かないと。行こう。1枚東の地図に入りました。この地図は通過するのみですが、海上ルートがないので突然変異のないルートを開拓しないとなりません。確か地図の北の端には、北東端の樹氷表現以外に突然変異がなかったような気がするので、試しに北の端をずっと進んでみます。録画データ調べたらわかるんじゃないの？そういうわけにも、単に地図埋めるときには突然変異を見分けるときより間隔空けてるんです。さて、大陸を半分くらい進んだところで、栄光のトンネルに出くわしました。この地図埋めた時こんなのあったかうろ覚えですが、どうやらこのルートで間違いないようです。その前に栄光のトンネルって何なのよ。今はただのトンネルですが、最終ミッションでくぐり抜ければ栄光のトンネルに進化します。ふむ、どうやら熱意が有り余ったトンネルのようです。どうやら無事に、この大陸で突然変異のないルートを開拓できたようです。よかった。ここから先は海上ルートが大体あるんですよ。海なら突然変異がありません。そして、2つ東の地図に入りました。この地図でのお目当ては屋根状の森と砂漠丘陵、そしてサバンナ2種類です。ラグさんは前回の後半から生還し続けてくれているようで、船が大破したり消滅したりしていません。陸地移動中もラグで数秒動けなくなったりすることがなくなりました。ラグさん、メサが見つかっちゃって呆然としているのよ。正気取り戻す前に企画完遂させないとね。
さて、まずは屋根上の森のチェックです。突然変異がなければ OK です。突然変異ならもこもこ隆起しているはずなので多分大丈夫でしょう。よしよし予定通り。もうじき日が暮れそうなのでここで一晩寝てから出発します。それにしても、ラグさんがいないので今乗ってきた船に再び乗れるはずなんです。船を作り直さなくて済むとかって何をするんですか。せっかく陸地ギリギリに止めてたのに。いやいやよく考えれば、さっきの鶏は船が位置ずれしていないかチェックしてくれていたんですよ。鶏が船を動かせたということはラグさんがいない証拠です。やった。乗れてます。何ヶ月ぶりかわからないくらいの船再利用です。でもこれ、当たり前に戻っただけなのよね。さて少し進むと、船が浮いてました。この地図を埋めている時にラグさんの被害に遭って乗り捨てられた船でしょう。海の木図にならなかったのね。私に回収されるのをずっとここで待っていたんですよ。叩いても反応しないですね。位置ずれを起こしたままのようです。ちょっとこれは予期できなかった出来事が生じてますけど。ありえない物理現象を起こしてるんじゃないわよ。いやこれは次元を超越したラグさんの仕業ですから仕方がないです。きっとラグさんの視点で見れば船は重なっていないんですよ。回収できないですねこれ。動いた？回収できるかも。船の再利用の予備が今度こそ海の木図になったわね。さて、サバンナと砂漠地帯に到着したところですが、どうやらラグは若干発生していたようです。なんかこの船、近づくと逃げるんですよ。微妙な位置ずれが生じている感じです。単にテリーから逃げたがってるだけなんじゃないかしら。叩いても反応しないしダメですねこれ。ラグさんはいなくなったんじゃなかったようです。まあでも陸地で生じるラグのストレスがほぼないのでこのくらいは許容範囲ですけど。なんか、勝手に船が動き続けているんですけど。わかった。これ幽霊船なのよ。幽霊船とかしたので船回収は諦めて、とりあえずサバンナとサバンナ第一2つともチェックです。近くに固まっていてくれてありがたいです。さらにその近くの砂漠で小山があって、そこが砂漠丘陵になっていました。で、この砂漠を東の海まで抜けるまで、突然変異はありませんでした。運はまだまだ尽きていないようです。3枚東の地図に入りました。この地図の北東にはジャングルが広がってます。ここから先は、海ルートが途切れているのは今いる地点だけです。ここも普通のバイオームだったので、突然変異を避けたルート取り自体は終わったも同然です。陸地に近い海が海でないバイオームだったりすることもあるわよ。まあそれはそうですが、陸地のルート取りと比べると海ははるかに楽なんです。もう向こうの海が見えてきました。さてキノコとメガタイガがある4枚東の地図に入りました。今はジャングルの3点セットを探しているのですが、海沿いだとジャングル橋バイオームが生成されないっぽいんです。少し危なかったですが、こんな落とし穴は余裕で運で回避です。実力で回避しなさいよ。さて、夜が更けてきたので急遽近くの島に上陸しましたが、これ、最終ミッション中だったらできないですよね。島が突然変異である可能性もあります。かといえ夜のまま最終ミッションを進行するのも怖いし、考えどころです。続いてこの地図の東端にあるメガタイガですが、無事に2種類ともチェックできました。随分サクサク進むわね。あとはキノコ島とジャングルだけじゃないの。ジャングル橋がクセモノですけどね。さらに続いてキノコ島の2種類もチェック完了です。ここは2つとも確実に生成されるし突然変異もないし心配してませんでした。違う。私は作業台を置こうとしたんです。
さて、悩んでた海上の寝床対策を試しています。海の上に水蓮の葉を置きその上に木材を置いてその上にベッドを置けば、いけましたね。今夜は安眠できそうです。起きた時に海に落ちそうね。残念なことに大丈夫だったわ。一つ前の地図のジャングルの近くに湿地があることを思い出し、そこを調べたらようやくジャングル橋バイオームが見つかりました。あとはこの近くにジャングルとジャングル丘陵があれば完璧です。ちなみに私は計43枚の地図でジャングルの突然変異を見つけられなかったので、このジャングルは突然変異がなく安心です。見つからないのがいいこともあるのね。川を渡ったところでジャングルがありました。1分ほど海沿いを進んだところにジャングル丘陵もありました。これで、今回の遠征目的達成です。さて、ジャングルから30分ほどかけてようやくラバの元に戻ってきました。長距離移動は疲れます。しかしこれで人事を尽くしてしまいました。1は完了。次回はいよいよ2の、バージョン 1.7 の冒険の時間実績、不具合すり抜けての解除に挑みます。もし万一仮にひょっとして一発でうまくいけば次回が最終回かしらね。いえ、全バイオーム踏破の目安は4時間ほどだと踏んでます。突然変異にかすめなかったとしても1回で終わらせるのはちょっときついですよ。では次回、誠と書いて冒険の時間、シンです。それではまたね。バイバイ。